2兆3603億円。日本のある3つの会社が同じ1年で稼いだ利益の合計です。何の会社かはまだ申しません。一つだけ先に言えることがあります。この3社はその数年前まで同じ事業で赤字を出し続けていました。そして翌年、この数字は大きく減ります。第20形、混水母魚。水を濁らせて魚を盛る話です。この話は3つの色で進みます。金は3社の利益。灰は市況、運賃や積載の空き具合といった外の条件です。白は ONE、3社が一つにまとめたコンテナ船の会社です。色の意味は最後まで変わりません。先にこの話で一番大事なことを申し上げます。水を濁らせたのは彼らではありません。濁りを作ったのはコロナ禍の物流混乱です。港が詰まり、船が沖で順番を待たされ、荷を下ろした空の箱が次に必要な場所へ戻らない。この計は濁りを作る技ではありません。濁った日に網を入れられる状態を作っておく話です。2017年、日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社が一つの器を作りました。コンテナ船の事業をそこへ寄せたのです。動機は公共ではありませんでした。コンテナ船事業の慢性的な赤字、規模で劣っていたことが逃亡の理由でした。追い込まれて作った器だった、ということです。器の名前は ONE、オーシャンネットワークエクスプレス。出資比率は日本郵船が 38%、商船三井が 31%、川崎汽船が 31% です。運営が始まったのは2018年の4月でした。この時点ではまだ水は澄んでいます。そして水が濁りました。港湾に船が滞留する。コンテナが帰ってこない場所に偏る。船を積むスペースが慢性的に足りなくなる。そしてこれが長期化しました。一時的な混乱なら価格は戻ります。戻らなかったのは、詰まりが港でも箱でも船でも同時に起きたからです。運ぶ手段が足りず、運賃は高いまま動かなくなりました。誰の計画でもなく、そうなりました。ここが、この話の中心です。画面には3社の利益が並びます。2022年3月期に3本の棒が一斉に跳ね上がる。そして翌期、揃って下がります。3本が同じ形をしているのは偶然ではありません。山を作ったのは各社の努力ではなく、外の条件です。画面の下に1行あります。棒がどちらを向くかを決めているのは棒ではないという意味です。3社が別々に努力しても、同じ年に同じ形の山ができました。外の条件が動いたから3本とも動いた。この1枚が言えることはそれだけです。逆に言えば、線が下を向いた年には3本とも下を向きます。2022年3月期の純利益です。日本郵船1兆91億円。商船三井7088億円。川崎汽船6424億円。冒頭の2兆3603億円は、この3つを足したものです。どこかが発表した合計値ではありません。私たちが足しました。ここまでを1行にします。濁りは作れない。作れるのは濁った日に網を入れられる状態だけだ。なお、一つ補足します。ONE の損益は3社の決算にも地分法で取り込まれています。二重に数えているわけではありません。器の儲けが3社の数字に移っている、そういう関係です。36形の第4部、混戦形。戦線が乱れ、敵味方が入り混じった局面のための6形です。第19形、不定中心。第20形、混水母魚。第21形、金銭脱角。第22形、関門即属。第23形、円行均衡。第24形、可動抜角。今日はその2つ目を読みます。形の構造は3つの動きでできています。濁りを待て。自分では濁らせられません。濁りは外から来ます。濁る前に形を作れ。濁ってから器を作っても間に合いません。この3社が器を作ったのは濁る3年前でした。そして3つ目。澄んだらただめ。水は必ず澄みます。澄んだとき、網は空になります。
情景から入ります。澄んだ縁に漁師が立っています。水面は静かで、そこの石まで見えている。魚は人の影を避け、網を入れれば散ってしまう。だから手は動きません。技がないのではありません。澄んだ水では誰が入れても同じだからです。待っているのです。CLEP20 クラシック。やがて、上流から濁りが下ってきます。36系第20系の本文には、こうあります。その淫乱に乗じ、その弱くして主なきに利す。この淫乱に乗じ、この弱くして主なきに利す。乱れに乗じ、指揮する者のいない状態を利する。ここで、大事なことを一つ。濁らせたのは、漁師ではありません。CLEP20 クラシック。そして、話には続きがあります。水は再び澄みます。濁りはいつまでも続きません。澄んだとき、網は空になる。この経には終わりが最初から組み込まれています。濁りに乗る者は住む日が来ることも知っている。知らずに乗った者だけが澄んだ日に驚くことになります。では、実際にどうなったのか。CLEP20 クラシックです。翌年、2023年3月期、3社の合計はおよそ1兆6800億円。前の期に比べておよそ 28.8% の減少です。ただし、これは確定値ではなく、見通しとして示された数字です。それでも、方向ははっきりしていました。水が澄み始めた、ということです。この経には、持っていないものが3つあります。第1に、再現性がありません。同じ濁りが、いつまた来るのかは、誰にもわかりません。第2に、水は必ず澄みます。利益の山は、司教が作ったものであり、司教が消せます。第3に、これが一番大事です。この統合の動機は、公共ではありませんでした。赤字から逃れるために作った器が、たまたま濁りの年に間に合った。順番を取り違えないでください。では、この3社は何が巧みだったのか。運賃でも営業でもありません。巧みだったのは統合の完了時期です。濁る前に器ができていた。ただそれだけのことが2兆円の差になりました。容易な運を受け取れる形をしていた。次回第21系金銭脱却。セリが殻を脱ぐように姿を残して中身が抜ける話です。濁りは待つもの、形は澄んでいるうちに。そして澄んだら畳むこと。